皆さん、グロミナエクスチェンダーです。自分がエクスチェンダーと自覚してから、今まで我慢していたメイクや、女性らしいファッションに挑戦していましたが、しばらく手を出さずにいたものがありました。それはスカート。当時すでに挑戦していたショーパンもそうでしたが、下が全開になっている構造上、男の体を持つ自分はなかなか手を出せずにいました。何とは言いませんが、周りの目を心配して、あと何より怖かったです。渋谷や原宿であれば、そんな不安はなかったのかもしれませんが、当時自分が住んでいたのは、地元の愛知県。それも、決して都市部とは言えない地域でした。僕の体感ですが、名古屋ですらあまりそういったところについては寛容的じゃないような気がします。あくまで僕の体感です。今回は僕がエクスチェンダー、ノンバイナリーだと自覚してから、スカートに初めて挑戦するまでと、それらを日常的に使えるようになるまでを紹介してみようと思います。今もなかなか踏み出せずにいる方は、参考にしてもらえるんじゃないかなと思います。最近では、女性向けのアパレルの店舗でも男性店員さんを見かけることが、よくありますが、今からお話しする当時はまだ、そういったものはなかなか見かけませんでした。平日の空いている時間帯に、ショッピングモールにひっそり隠れるように実店舗に探索しに行きました。ネットで画像を見ても、自分ではまだ当時はなかなか自分が着ているイメージが持てなかったんじゃないかなと思います。自分が回った店舗は、どのショッピングモールにも入っているような定番のショップだったと思います。つまり、置いてあるものも定番が多いと。まず、お店の領域に足を踏み入れるところから戦いは始まっています。コロナ禍になる前、2、3年前はお店の中に入ることすら冷ややかな目線を浴びていましたからね。男女どちらも置いてあるようなお店でも、たまたまレディースが置いてある棚に近づいても遠回しに牽制されていました。そちらは女性ものとなっております。レディースでございます。など、いらっしゃいませとかは特にありません。自分がいる棚には決して近づいてはもらえません。陳列するふりやディスプレイを直すふりなどで、なかなか見向きもしてもらえません。腫れ物に触るとはこのことかと。気持ちはとてもよくわかるんですけどね。変な汗をかきながらしばらく手に持って回ってみると、気づいたら店員さんはレジで数人で固まって話しています。あんまり見ない光景ですね。あくまで当時のお話です。今はなかなかそういうことは見かけませんね。いつもありがとうございます。今回はこれを試してみようと思うまででもかなり勇気がいるのですが、そこからもう一度さらにもう一個勇気を出さなくてはなりません。勝手に試着室を使うわけにはいきませんからね。もう一度勇気を出して、声をかけます。声をかけると、指をさして、あちらですって試着室の場所を教えてくれます。だけです。試着の許可が下りただけでも、まずは一安心。あくまで数年前のお話ですからね。ここで一つ困ることがあるのですが、今自分が試着しているもの、似合っているかどうかはっきり言ってよくわかりません。何を着ても違和感以外覚えません。当たり前ですけど、今までね、着たことないから。自分のものとして見たことがなかったから。試着室の鏡に映る自分。どうなっているかは完全に自分の主観と偏見だけで独断します。頼れるのは己の目と第8巻あたりだけです。そうしたたった一人の戦いを続けていくにつれて、だんだん自分の体格に合うタイプがどれなのかが分かってきました。僕の場合は、マーメイドタイプであってますかのスカートが合うことがほとんどでした。逆に、一般的なフレアスカート、後から知った単語ですが、A ラインスカートと呼ばれるものは自分には合わない傾向が強いということが分かりました。これぐらいは雑誌とかネットとかを見ていればそれぐらいわかるんじゃないのと言われたら返す言葉もありませんが、多分自分が当時そこで探しても調べてもあまりイメージが湧かなかったんじゃないかなと思います。僕のおすすめは実際に店舗で手に取ってみたり、
試着させてもらうのが僕はおすすめです。そうしてしばらくすると、女性向けの店舗でも男性店員さんがポツポツと見かけることが増えてきました。ここからは現物も交えて紹介します。今ここにあるマーメイドスカート、これはデニムですね。これはその男性店員さんに勧められて自分が初めて買ったスカートです。デニムはとにかく使いやすく、とりあえずで合わせていけば困りにくい。季節を選ばないので初めて持つスカートとしてはちょうどいいとのことでした。そうしてこのデニムマーメイドは僕にとって初めてのスカートになりました。きっと世の女性の多くはこれをかなり早い段階で通過しているんだろうなぁと思いながら、マイバッグ片手に歩いて帰ったことを今でも覚えています。一度手にして履いてしまえばもうそこからは簡単でした。自分が実際に履いている姿をイメージできるようになって、自分に合うタイプがはっきり分かったので、もうここからはオンラインショップを覗いていくことになります。ちょうど夏が終わって秋に差し掛かっていたこともあり、ショーパンの時に習った初めて買って1個持つんだったらこれがいいよと言われたレザーを探していくことになります。さっきのデニムマーメイドよりももっとわかりやすいマーメイドですね。デニムの時もそうだったんですが、ほんの少し丈が足らなく見えますが、もうこれはもう仕方ないと割り切っています。足元までレザーで身を包むのは初めは少し緊張しましたが、いざ履いてみるとかなりしっくりきて、今となっては欠かせない冬のお供です。このレザーマーメイドでかなり自信をつけました。マーメイドとは別にもう一つ自分に合うんじゃないかなと思って買ったのがもう一個あります。これがマーメイドじゃなくて、ロングタイトスカートで合ってるのかな。フレアが合わないんだったらその逆をと思ってのことですが、思いのほかうまくいきました。このスカートは、ファスナーがついているので上まで開けてしまえば中にスキニーを履くこともできて、かなり遊ぶ幅は広がります。深いスリットにして肌を見せる勇気は僕にはありませんでした。危ないのでね。何がとは言いませんが、どことも言いませんが、危ないのでね。もちろん失敗したものもあります。これが、そうですね。このベージュです。裏地と外が独立していて、個性あるデザインなのでかなり気に入っています。今まで過去4回、季節ごとのファッションを紹介しましたが、そのいずれにも登場できませんでした。今でもデザインは本当に気に入ってるんですけどね。まず、写真と届いた時のイメージが少し違ったのは些細な話なのですが、何よりも手持ちの服との相性があまりにも良くなかったんですよね。まだ当時は、履けそうにしか着目できていなかったので、これは、反省でした。今ではあの服と合わせたら良さそうとか、あの服だったら合いそうとか、そういう風に見れているんですが、当時はまだそういう普通のいつもの感覚で選ぶということはできていませんでしたね。大きめのロングジャケットをぶつけてもう少し高級感をうまく演出させられればいけるかなということで、大事にとっています。未だに、クローゼットの中のベンチスタンドを温めております。うまく使えるようになったらいずれ皆さんにお見せできるかもしれませんね。これが一番新しく買ったものですね。買ってすぐ着て、その着た時にいきなり動画に使いました。小さなタックが入っていて、控えめなフレアになっています。フレアは自分には合わないという、初心者なりの原則ができているにもかかわらず、見つけた時は、似合いそうと思って衝動買いしたんですけども、これが見事にドンピシャでして、買ってからしばらくはこればっか履いていましたね。デザインは少し個性的ですけど、形はマーメイドよりシンプルなので、当然使いやすいですし、気軽に履けます。レザーはちょっと気軽には履けないですからね。季節も限られますし。初めて感覚的に選べたものなので、ようやく憧れを自分のものにできたのかなと思えたスカートでした。雑多に並べられているセール品の中で、この子を見つけられたのは、自分なりには成長したのかなと思います。
まで僕の経験則ですが、自分の体格に合うタイプを見つけるのが第一。それからは慣れたらもう一つ別のシンプルなタイプを持ってみるのが一番いいのかなと思います。今回初めてスカートに挑戦してから、成功したもの、失敗したもの、自分のものにできたものなどを紹介してみました。スカートというのは、やはり女性のファッションの象徴と言っても過言ではないですから、挑戦してみたいなと思っている人でも、未だにいろんな後ろめたさとか羞恥心だとか、こういったスカートならではって言ったらいいんですかね。そういう様々なブレーキがかかってなかなか踏み出せずにいる方もいるんじゃないかなと思います。ですが、スカートは元をたどればバグパイプ奏者の清掃ですし、日本でも江戸時代の時代劇でよく見るお侍が履いている袴も、あれも分類上はスカートです。現代のファッションでは他でもスカート以外でも、例えばセーラー服も、あれももともとは海兵の軍服ですし、こうやってここにひだみたいのがついているのは、あれは波とか風の音をよく聞くためにこう広げるためのものですし、あとは、女性がスーツを着るのもその昔は当たり前のことではありませんでした。今は、すっかりそういった時代ではないですね。そうやってこれまでの人類史においてその当時の人々は服装を変えていきました。なので当時の服装を見ることはその時代を読み解く、大事なヒントにもなったりすることが多いようです。うまく扱えるかどうかは別として、これから挑戦しようと思っている方、なかなか踏み出せずにいる方、ぜひ大見栄を切って挑戦してみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。ではまた。さらば。正座なんだよな、畳に。原稿がいいぜ。さらば。